おはようございます。たかしです。本日は12月17日火曜日、ただいま9時37分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。まずはポンド円の冷やしからです。昨日も強く上昇してきてますね。先週の木曜日に一度陰線が出ただけで、そこからずーっと陽線。その前もそうですよね。ほぼほぼ連続陽線での上昇になってきております。現在は過去のこの緑のラインですね。そこまで差し掛かってきましたので、そろそろ一度こういうような押しをつけてからの再上昇というところを見ておいてもいい。そういうタイミングに入ってきております。ストキャスティクスもずっと高値圏ですよね。基本的にストキャスティクス高値圏にある時っていうのは下落には注意。調整の下落ですね。現在は GMMA の青帯、ここにありますので、GMMA の青帯まで下がってからの再上昇みたいな、こういうイメージの動きは持っておくといいと思います。ただ、このまま上昇していった場合は、この緑のラインがありますが、ここにこう乗せてきますので、こういう動きですよね。過去はこの緑のラインの中で動いておりましたので、そこに入ってくればもう一段上昇してくる。ですけれども、一旦今は下落しそうなポイントですので、こういう動きをするのか、ここから抜けてくるのかっていう、今はその節目にありますので、本日の動き、要注目ですね。では4時間足です。4時間足は先日、先週木曜日の高値を昨日上抜けてきましたので、今上昇トレンドが継続ですよね。こういう上昇トレンドが継続しているところですので、こういう動きをイメージしておくといいと思います。ただ本日のここから折り返してくる可能性もありますので、こういう動きですね。こういう可能性もありますので、まずは GMMA の青帯がもうちょっと下の方にありますので、そのあたりまでの下落、そしてそこからの反発をイメージしておきたいです。今までの動きを見てもそうですよね。GMMA の青帯に接触して上昇してきてますので、ここから下落するのか、突き抜けてから GMMA に押しをつけるかはわかりませんが、とにかく一度 GMMA の青帯までの押しを待っておくのが安全です。ストキャスティクスこちらも高値圏ですね。ですので、本日もこのまま上昇していく可能性はあるんですが、やはり一旦の下落を待つのが安全だとは思います。では、1時間足です。1時間足もずっと GMMA の青帯にサポートされて上昇してきております。一度下抜けたけれども、また昨日ここでサポートされてますよね。ここからの上昇って比較的分かりやすかったんじゃないでしょうか。今までと同じ動きを繰り返しているという、そういう相場ですね。ですので、本日強く上昇してますが、やはり GMMA の青帯まで一度こういう下落ですね。一旦の下落を待つ。GMMA の青帯が上がってきて、そこで接触するのを待つのが安全です。1時間足ストキャスティクスは一旦下落後の今再上昇しそうなところですが、先ほどの4時間足、日足にしても、やはりストキャスティクスはもうすでに高値圏にありますので、ここから買っていくと、もしかすると大きめの調整下落になる可能性もあるので、そこはご注意ください。ただ今日の動きを見ているとかなり強いですよね。昨日の動きもそうですが、すごく強く上昇して、そこからほぼほぼ押しをつけずに今上昇してきておりますので、このまま高値更新をしてくる可能性はあるんですが、やはりインジケーターを見ていると、そろそろ大きく下落してもおかしくないと思いますので、浅い押しからの上昇についていくのは危険だと思っておいてください。ではドル円の日足です。こちらも一旦節目まで来ましたよね。過去の高値ここに白い水平線を引いてますが、そのあたりまで昨日上昇してきております。本日も上昇から始まってますが、やはりこちらもストキャスティクス高値圏ですので、一度下落方向の動きですね。こういう動き、上昇するのであればこういう動き方を待ちたいところです。では4時間足です。昨日もそうですし、金曜日もそうなんですが、すごく分かりにくい上昇の仕方をしてますね。上昇の勢いが強いのは確かなんですが、じりじりと上がってきて、押しを作っていませんので、エントリーポイントが難しいっていうのが現状のドル円相場。現在はこんな感じですよね。ここでちょっと小さくトレンドを作ってますが、こういう動きをしてますので、やはり先ほどのポンド円と同じく一度 GMMA の青帯まで、このあたりですね、こういう風に GMMA の青帯が上がってきますので、そこに接触するのを待つのがいいと思います。今ですと、昨日これ超えてきたオレンジの水平線、ここですね、153.5 付近、ここに押しをつけるのを待つのが分かりやすいんじゃないでしょうか。では1時間足です。こちらも分かりやすい動きをしてますよね。ずーっと1時間足の GMMA でサポートされて上昇してきているっていうのが現状ですね。昨日なんかもそうですよね。こことかこことかすごく分かりやすい GMMA の青帯、そしてなおかつここの水平線でサポートされて上昇してきてますので、このあたりでのエントリーが分かりやすかったんじゃないでしょうか。そう考えると昨日もう上昇しきってますので、今4時間足のストキャスティクスも高値圏です。なので一度 GMMA の青帯まで押しをつける。本日上昇から始まってますが、この上昇に乗っていくんじゃなくて、次の下落ですね。一度上昇して、次の下落後の
再上昇というこういう動き方のこのあたりを狙っていく GMMA と接触した部分を狙っていくのが分かりやすいと思います。ですので本日アラート仕掛けるのであればここですね、まず先ほど言ったこのオレンジの水平線 153.5 付近、そしてここですね、このあたり154円付近、そして昨日の高値とこのあたりに仕掛けておくのがいいんじゃないでしょうか。トレーディングビューでは簡単にアラート設定できますので、まだご利用でない方はぜひ無料登録してみてください。概要欄に URL を貼っておきます。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。